こうもうまいこといくかいなと。お前は今回、斎藤元彦は今回、こうやって訴えることによって、自分がどうやって竹内さんを、自分がどうやって渡瀬さんを死に追いやったかっていうことを証明してしもてんねん。7月の7日16時半、県庁2号館前に喪服で集合。利用するプラカードは南波さんが作ったこのプラカードのみ。てかね、なんか勘違いしてるけど、戦後日本始まって以来初めての明確な言論弾圧事件なんですよ、これ。昨日からね、俺、すこぶる機嫌が良くて、いつも通りに仕事して飯食ったりとかなんかいろんなことしてたんですが、今ちょっとアメリカの人と一緒に仕事をせなあかん案件がありましてね。で、その仕事の相手がオクラホマシティのやつなんですよ。で、向こうの時間に合わせて夜中の2時ぐらいに起きてちょっとメールを書いてあげなあかんとかっていう感じだったんですけど、メールを書くのも、なんていうのも、なんかスペースとかやって途中で仮眠とかしたりしてましたけど、なんかもうね、ウキウキで仕事が。こうもうまいこといくかいなと。チャウセスクやん、もう。元彦。チャウシェスクのパターンやん。もうこんなん完全チャウシェスクやん。おかんがな、元彦は独裁者ちゃうって言うねん。なんでか言うたら個別の案件には、応じひん言うてるからな。ほなチャウセスクちゃうんちゃうか。せやけどな、南波さんと中道さんのツイートはね、読んでて訴える言うてんねん。ほなチャウセスクやろ。いやもうね、いやこれどっちに転んでもね、もうどっちに転んでもあれだっせ。おもろい話だっせ。ただ田舎の人言うたら刑事告訴聞いたらなんかもう7代まで一族老頭皆殺しに遭うぐらいのことを江戸時代みたいな感覚で思ってはんのかもわかりませんけども、少なくともね、日本は北朝鮮ではないわけですから、権力者から刑事告訴されたらね、ようやったって親戚中から言われる話です。いや、こんなね、言論人としての誉れがないということを知らない段階で田舎臭いのよ。前も言いましたけどね、東京の仲間ね、一緒に東京普段仕事してる仲間、週に1回打ち合わせあるんですけど、訴えられたって報じられた直後にその週に1回の打ち合わせがあったんですよ。で、ズームで繋がった瞬間、みんなからおめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございますの嵐ですよ。なんていうの、こんなに素敵な仲間と仕事してたんだって。もう、ほんまにね、誰とは言いませんけども、皆さんも知ってる人たちですが、皆さんもよくご存知の人たちですが、僕が週に1回、本業というか、自分の本籍地だと思ってる仕事で週に1回集まって話する連中っていうのは、素敵な仲間ですよ。いや、本当にありがたかった。もう、では改めて礼言うたもん。誰一人心配しないという、もうみんなおめでとうございます、おめでとうございますしか言わないと。こんな素敵な仲間に恵まれて僕は幸せですって改めて言語化しましたけど、本当に幸せです。で、俺だけかなと思ってたんですよ。昨日までね。こんな美味しい思いすんの。南波さんも中道さんもですよ。いやもうね、中道さんとも南波さんとも喋ってないんですけど、この場を借りてこの場を借りるってこれ俺の配信やねんから、この場を借りるのもそうもないんですが、おめでとうございます。おめでとうございます。でもこっから先は兵庫の、もう、語の全く意味での民度の問題ですよ。普通に、例えば、ガンジーのインド独立運動とかね、あるいは、マーティン・ルーサー・キングの公民権運動とかという、西側の市民運動の歴史の小学生までに習うことが、ちゃんと体に入ってたら、どうするか言ったら、一斉にみんなで人殺しっていうことです。それは期待してないですよ。能力が低いの分かってるから、田舎の人やつの分かってるけど、ただ、少なくとも、ローザ・パークスの後、黒人たちがどうしたか、モントゴメリー・バスジャック事件の後、どうなったか、なぜガンジーが塩の行進をしたのかっていうことを知ってる人たちであれば、ね、普通の西側の先進国に住んでる、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリアの偏差値50以上の、標準的な西側の教養としてね、市民の抵抗運動というのは、どうするかということですよ。ローザ・パークスはバスで座ってる白人に席を譲らなかったということで逮捕監禁されてるわけ。でその後黒人たちはどうしたか言ったら、白人の言うことを聞かないなんて下品だ治安が悪いなんていう幼稚なこと言わずに、みんな黒人たちは座り始めたんですよ。
ローザ・パークスが逮捕された後、みんな逮捕されたいから座ったわけ。で、ガンジーの塩の行進というのはイギリス人が殺し始めたから、イギリス人の前にお望み通りインド人の死体を積み上げていきますよっていうことで、何百何千の死体をイギリス人の前に積み上げて、ほら、殺しても無駄だよっていうことを示す。だからイギリスが萎えていくっていうことを戦略としてやったわけですよ。それが抵抗運動です。で、その抵抗運動っていうのが、成功した抵抗運動というのは、そのやり方しかやってないわけ。権力者さん、そういうこと言わはったら、ちょっと、いろいろ、差し障りがあると思うんで、もうちょっと暗示を優しいしてもらえませんって言うて勝った抵抗運動なんてない。それは歴史が証明している。それは歴史が証明している。そう、ブルーハーツの青空そのものはモンテゴメリーバスジャック事件に題材を取ってるかどうかわかりませんけど、運転手さんこのバスに僕を乗っけてくれないか、行き先ならどこでもいいって、あれまだぬるいんですよ。こんなはずじゃなかっただろう。素晴らしい歌ですよ。素晴らしい歌ですよ。日本の市民運動のテーマソングみたいな曲ではあると思いますけども。いや、だから、大げさなことを言いますけど、日本人っていうか、兵庫県民の標準偏差値が、北朝鮮側かアメリカ側かが試されてるんですよ。アメリカ人やったら何してるか言うたら、多分、三宮、生田新道の間ずーっと、で、それから、花熊のお城からずーっと県庁までのところ、誰かが立って、斎藤元彦は人殺しっていう南波さんが立てたプラカードを持って立つでしょうね。いや、これ、ごめん、ちょっと申し訳ないけども、試されてるのは民度ですよ。民度そのものです。インドとちゃうで、民度やで。民度という言葉俺嫌いだけど、これ民度としか言いようがない。逆に言うと、斎藤元彦は人殺しが抵抗運動のシンボルになったんですよ。ローザ・パークスが立たないということが抵抗運動のシンボルになったように、中道さんと南波さんが訴えられたことによって、斎藤元彦は人殺しが抵抗運動のシンボルになったの。いや、どういうことか言うたら、これが抵抗運動のシンボルになったってことですよ。端的に言うと。で、この南波さんが作ったこのプラカードそのものが、てか逆に言うと、このプラカード以外いらないの。いらないの。だって一番嫌がってんの分かって、なんで抵抗運動やのに権力者が一番嫌がることを避けるの。で、これは、その企画化されたこのプラカードをみんなで持って、みんなで確一的になるのが、マルコム X のシーンですね。マルコム X、スパイクリーンのマルコム X のね。これはまだネーション・オブ・モスレムにマルコム X がおった頃のやつだけど、この時にみんなスーツで、帽子で完全清掃という形で、直立不動で警察の前に立ったの。で、この格好でみんなでスーツ着て、まあできれば多分喪服が一番かっこいいと思うけど、今回の場合は。竹内さんと渡瀬さんのことを考えると、これイギリスやったら、イタリアやったらどういう運動が生まれるか、アメリカやったらどういう運動が生まれるかやったら、みんな完璧な喪服で、黒いスーツと黒いネクタイで揃うんです。数千人が。で、みんな、このプラカードを持つんです。ということを、西側先進国の有権者であれば、もう、脊椎反射のレベルでやれるのが、民主主義です。で、そこで自己主張しようとかするアホはいないです。で、それができひんという、やってはいけないと思う心の動きとか脳の動きというのは、あなた方が単に田舎者やから生まれることであって、こんなもん考えたらあかんねん。アメリカ人やったらどうしてるか、イタリア人やったらどうしてるか、イギリス人やったらどうしてるか、ドイツ人やったらどうしてるか、カナダ人やったらどうしてるかって。日本は G7 に加盟してるんでしょ？北朝鮮じゃないんでしょ？でしょ？で、どうするか考えたんですよ。G7 の他の国々の市民が。一般市民が権力者によって表現活動で訴えられたって言ったら、その表現をそのままみんなでお返しするっていうのは、こんなの当たり前の運動じゃない。よその国だとどうするか言うたら、それで権力者の前で抵抗運動するのは下品や言うたら、北朝鮮の人ぐらいですよ。これ、韓国でもそうやと思いますよ。台湾でもそうやと思いますよ。それができひんという、なんか心の引っかかりがあるというのは教養がないか、
まだ母親の経血の匂いが充満した子供部屋が世界のいっぱいやと思ってるかどっちかですよ。だって、普通に考えたわね。韓国の人に聞いたよ。台湾の人に聞いたよ。日本でこんなことがあってん。みんな喪服着て並ぶなって言うと思うよ。しかも7月7日ですよ、そろそろ。渡瀬さんの3回忌ですよ。理由も立つやん。みんなで喪服持って、このプラカード持って立つ。このプラカード以外は許さない。で、健康上の理由があってマスクつけるのはええけど、こんなもん抵抗運動やねんから、正体隠したらあかん。もう素顔と、サングラスもかけたらあかん、こんなもん。これですよ、これ。必要なのはこれ。で、しかも喋る必要ないです。何を言うてんねんって話ですよ。だって権力者が嫌がることやらんと、チャウシェスクが一番嫌がるのは何やの？演説騙されることやったんでしょ？で、演説騙されるってことを繰り返したら、2週間でチャウシェスク処刑されてるんですよ。なんで嫌がることをせえへん？いいですか？この南波さんと、俺はね、物書きやから訴えられることは自動的に勲章ですよ。権力者から。京子の家みたいにプライベートなことを書いてるわけじゃないからね。権力者のことをお前は、王様は裸や言うたら裸の王様が訴えきたってわけでしょ？物書きっていうのは誰よりも先に王様は裸だっていうのが仕事なわけですよ。物書きの仕事って何なのかって言われたら単純な話です。王様は裸だっていつのタイミングでもすぐ言えることです。みんなが王様は裸だと思ってなくて、いや、素敵なお服をお召しになっておられるわっていう時に対して、王様は裸だっていうのが物書きの仕事です。だから物書きが王様は裸だって言うたら王様が僕は裸じゃないって物書きを訴えてきたんでしょ？で、長道さんと南波さんは、ほんまや、王様は裸やって言うたんでしょ？それも訴えてきたんでしょ？でも王様は裸なわけじゃん。で、王様は裸じゃないっていう市民がたくさんいる。そんなにたくさんいないんだけど、500万人のうちの、400万人ぐらいはみんな斎藤元彦は人殺しやもんね。残り100万人ぐらい残ってるわけじゃないですか。その100万人に黙れっていうのが仕事なわけですから、王様は裸だって言うしかないじゃん、みんなで。だってさ、今回のさ、南波さんと中道さんを刑事告訴するっていう経緯そのものが、こうやって渡瀬県民局長を人に死に追いやったんだなっていうことの事例ですよ。勝ち負け考えてないね。俺見た記事、産経新聞が書いとんやけど、この記事ですけど、兵庫斉藤知事が名誉毀損罪で男性2人を刑事告訴、X で人殺しと投稿。男性2人は6月の3日から4日、自身の X アカウントで斉藤元彦は人殺しなどと記載。これ、6月の3日から4日って、6月の3日に俺が記者会見で人殺しって言うなよな。って言った瞬間。感情のバランスが崩れた瞬間ですよ、彼の。アホやからすぐ怒るんやけど、って言うてしもうたあの瞬間。って言うたあの瞬間に、もうプチンって切れてもうたんやろな。で、プチンと切れてもうて、菅野告訴すんねんって多分大組にすぐ電話してんやろな。で、それで家帰って必死になってついて、見て、南波と中道も書いてるこれも告訴や言うてるんでしょ。それ2024年3月の21日に発生したことと全く一緒ちゃう？知事こんなん送ったやつがおんねんけどって見せられて、これで見せられて、これは名誉毀損や公益通報者保護法なんて参照せずに、ブチッ切れてすぐ片山と稲本に投げて、これ誰書いたか秘密か言うたんでしょ。全く同じことですよ。それに、で自分に出した答え引っ込みつかんようになってもうて、これで、これ公益通報者保護法違反と違う言うて。同じパターンや。ほんで、これまで自分が設定してきた設定全部捨てとん。ツイッターでこんなこと書いてる人がおるんですけどって言われても、SNS は個別の案件は見ていません。立花さん YouTube でこんなこと言うてるんですけど、SNS の個別の案件は感知しません。立花さんツイッターでこんなこと書いてたんですけど、個別の案件は見ておりません。で、SNS の、私は知事なんで SNS の個別の案件は見ていませんっていう設定を金繰り捨てて、個別の案件の南波さんと中道さん訴えてんねん。韓国の女性アイドルが倒れて、お尻が濡れてるやつにいいね押してはりましたけど、それは触っただけで個別の案件は見てません。見てるやん、個別の案件。個別の案件見てないどころか、血眼に乗ってエゴさしまくってたんやな。で、しかもだよね、これがね、誰かようわからんね。あの日、6月の3日から4日にかけて斉藤元彦はほんまや菅野が言うように人殺しやっていっぱいいろんな人書いたよ。でも狙ったんが南波さんと中道さんということは、
抵抗運動で一番目立ってんのが誰かっていうの分かってるって話やん。よう知ってんな、いう話やん。めっちゃ似てるやん。よう知っとんな、お前、いう話やん。これ、なるほどな。渡瀬さんの件は一般論として懲戒免職にしたまで言うてるけども、何書いてどれがほんまかっていうのを全部自分で調べとるいう話やんけ。竹内さんのことを選挙期間中に姫路にわざわざ行って地元でこの地元の県会議員がこんなデモを流してますとか言うてんの。お前個別の案件見とうやんけ。お前は逆に言うたら個別の案件しかあらへんやん。だってそうでしょ？政府の答弁書が出てきたところで、それは一般論であって個別の案件とは別ですって、お前は個別の案件しかないの、能力が低いから。お前は今回、斉藤元彦は今回、こうやって訴えることによって、自分がどうやって竹内さんを、自分がどうやって渡瀬さんを死に追いやったかっていうことを証明してしもてんねん。このやり口やったんや。なるほどね。なるほど、このやり口でやったんですね。2024年3月21日の夜に。昨日もちょっとスペースで話したんですけど、ちょっと待ってな。はい、菅野です。ちょっと待ってな。マッツから電話やった。ちょっと待って。いやー、すごいね。運動神経やつは考えること一緒やね。マッツも全く同じこと考えてましたね。喪服で並ぶと。まあ、そりゃそうですよ。西側先進国で仕事をして税金を納めて、偏差値60以上あったら、そうか、権力者がこうしたらこう動くのはっていうのは定石ですからね。常識ですからね。発表いたします。今、決めました。マッツと基本コンセプトは一緒でした。僕のクレジットの運動は、7月の7日16時半、県庁2号館前に喪服で集合。利用するプラカードは南波さんが作ったこのプラカードのみ。で、これは俺の運動です。俺はそうします。俺はそうします。で、無言。デモではなくて、スタンディング。道路使用許可も何もいらない。歩道に立つだけ。プラカードを持って立つだけ。無言。直立不動。姿勢。靴ピカピカ。スーツにシワ一切なし。ワイシャツは絶対白。ネクタイは絶対黒。女性はそれに準じる格好。で、調子乗って和服の喪服で来ましたとか、そんなちょけたのいらない。統一感が重要やから、みんな和服。ごめん、みんな洋服。ごめん、みんな洋服。で、手書きはダメですとかっていらない。俺の言うた通りにしたなかったら、よそ言ってくれ。自分の自己主張したかったらよそ言ってくれ。自分の個性を出したかったらよそ言ってくれ。個性いらないの。南波さんが作ったこのプラカード以外は持たないし、自己愛とか自己主張いらないから。上着はなしにしてとかって、そんなもうこうへんかってええねん。暑いから上着脱ぎたかったらこうへんかってええねん、弱い人は。来なくていいですから。上着脱ぎたいような弱い人は。来なくていいです。自分のことを虚しくできるという能力のない弱い人は来なくていいです。別に人数が多ければいいと思ってるわけじゃないの。どうでもいいです。ジャケット着てください。ジャケット脱がなあかんねやったら来なくていいです。お前のしたいようなことやりたかったらお前がやればいいんです。それでいいです。来なきゃいいんです。アホみたいに田舎の人みたいにこれでいこう言ったら、バナナはおやつに入りますかみたいなこと言いたがるちょけた子供みたいなこと言わんでよろし。いらんかったら来おへんだらええんですよ。いらんかったら俺の運動はそうします。俺の運動は県庁前に16時集合。2号館前。いつでも金曜日のスタンディングやってる前。で、そっからみんなで集まって、そこで服装チェックして、ドレスコードチェックして、で、俺靴磨きの道具持ってるから、男で靴汚い、ちょけたやつがおったら、その場で靴磨かされるからな。1時間あるから靴磨かされる。靴が汚れてるということは人間として汚辱ですから、その瞬間にピカピカの靴以外の靴を履いてる人間、革靴以外の人間を履いて、革靴以外のスニーカーで来たやつは帰ってもらいますから。スニーカー、黒いスニーカーやったら OK でしょと。OK じゃないですから。OK じゃないですから。それは OK ではないです。黒の喪服、黒のストレートチップ、磨いてる、靴下も黒、ネクタイも黒、シャツは白。で、今日土曜日、日曜日やないから火曜日に履くストレートチップ今から磨いときなさい。骨盤立てて、脊柱起立筋から力抜いて、胸骨を前に伸ばしてまっすぐ立つ。ローファー NG ですよ。ストレートチップのみです。
で、ストレートチップ持ってなかったら来なきゃいいんです。無理して来る必要ないですよ。西側先進国の抵抗運動ってこうでしょってことをやろうと言ってるわけですから。で、感染症が怖いからマスクするの、いや、マスクは絶対必要ですよと来なきゃいいんです。感染症怖けりゃ。別に密集しよう言うてるわけじゃない。外に立とう言うてるだけですから。もうムカつくから、今これでちょけて、日給はいただけますかとか言ってると、モデレーターさんバンしてくれへん。この鈴木隆とかっていうの。日給なんか出るわけないやろ。お前、お通夜行って、お前、法事行って金もうたことあんのんかとは。考え。気持ち悪い。おもろないんじゃとは。こっち真剣やのに。ちょけてええ時とちょけてあかん時あるやろ。人の生き死にかかってる話の時にちょけてなとは。で、俺のやり方がいらんかったら勝手に他でやったらよろしい。ビーチサンダル履いて T シャツ着て手書きのプラカード持って立ちたいよって別に止めてへんよ。ただ俺のとこ近寄らんといて言うてん。で、子供連れてくなよ。ペット連れてくなよ。で、子供の世話がある、ペットの世話があると来おへんかったらええだけのことですから。来なきゃいいんです。で、明日、明後日の配信で再び呼びかけますが、こういうことです。2号館の前に16時集合。で、ごめん、真剣やったら仕事休め。別に休まれへんかったら来おへんかったらええだけのことやしね。子供の世話があんやったら来おへんかったらええだけの話だし、犬猫の世話があんやったら来おへんだったらええだけの話です。なんか、自己主張いらないです。あなた方の。いらないです。自分でやりゃいいんです。俺が主催するのは、火曜日、7月7日火曜日の16時に2号館前集合。で、プラカードは南波さんのこれだけ。南波さんのこれだけ。で、これを、南波さんのネットワークプリント番号をもっぺんもらったから、ネットワークプリント番号を今後告知しますが、それ持って、ちゃんと、クリアフォルダなり何なりに入れて持つ。で、サイズはネットワークプリントによって指定されてるから心配する必要ないです。南波さんのこのツイートにある番号が期限切れてるらしいんですよ。そりゃそうやね。だってもう、今日か。これ期限切れてないのか。で、来なくていいですから。人に出会う前に風呂入られへん人とか、靴を磨くことさえできないような人は来なくていいですから。今、チャット欄に流しました。これがネットワークプリント番号です。来なきゃいいんですよ。ジャケット脱ぎたいような弱い人とか、わざわざ喪服買うつもりがないという人とか来なきゃいいんです。別に。俺のやり方を変えようとしないで。一緒にやらなきゃいいだけのことですから。で、今、マッツから電話がかかってきて、マッツ配信見てなかったんですよ。配信見てなかったのに、マッツもほぼ同じこと考えてて。で、いろんなことちょっと喋りましたけど、正常会は正常会で、これからどうやろうかっていうことを役員会で相談するそうです。で、役員会の相談結果では、ひょっとしたら、俺と共同開催になるかもわからない。で、正常会の役員の連中はアホではないだろうし、アホではないだろうから、ほぼ俺と同じ答えが出るはずです。と期待してます、俺は。で、菅野保と正常会の共同開催になるかもわからへんし、俺だけの開催になるかもわからへんけども、なんせ俺は7月の7日の一人でも立つ。お前らが来んでも俺のやり方で立つ。で、俺は喪服を着て、ネクタイを締めていく。以上。遺族の気持ち考えたことあんのんか、遺族の気持ち考えたことあんのんか、言うたら、渡瀬県民局長は懲戒処分を受け入れたって、テレビカメラが回ってる前で言うてる人殺しの斎藤元彦にまず言うてこい。言うてきたらええねん。遺族の気持ち考えたことあんのんかとかってちょけたこと言うてるけど、そんなちょけたこと言うてんやったら斎藤元彦に言うてこい。俺は言うてきた。人殺しや言うて。俺はなんで人殺しや言うたか言うたら、渡瀬県民局長は懲戒処分を受け入れた。で、しかも死者を愚弄する言葉を使ったんです、あいつは。結果的に亡くなっているので反論されませんでしたので受け入れたということですって言うてんの。そんなこと許されんのけそれ。何ちょけてんねん。サンテレビという資本関係で言ったら 20% ぐらい兵庫県が株持ってる半ば兵庫県の公共放送の中でね、がテレビ中継してるところで、結果的に異議申し立ての期限前に自殺されてるんで、懲戒処分を受け入れられたと考えていますって言うてんねんね。あいつ2回人殺してんねん。で、それで俺怒られへんかったら、ごめん、人生違う土俵で生きてるわって話でしかないですよ。いや、時系列は逆ですよ。田舎のおっちゃん。ね、おっちゃんそらね、自分の人生というのが母親の経血の匂いの充満した子供部屋でいっぱいいっぱいなのはわかるけどね。じゃあ遺族にやってよいか許可取ってこいよ。
斎藤元彦墓参りもしとらへんぞ。いや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 。遺族の気持ち言うたら斎藤元彦に言うてこいて。我がの部下殺しといて我がの部下の墓参りもやらんと、我がの部下が懲戒処分を自殺をもって受け入れたっていうようなクズ人間にさっき言うてこい。おやったら何やったら渡瀬県民局長が儲てた給料がおかしいって言うて遺族訴えた日体に言うてこい。はい、もう一人土曜日やから田舎の弱者がよう出てきます。平日やないから土曜日っていうのは田舎の弱者が出てきます。この人も母親の経血が充満した自分の子供部屋だけが世界のいっぱいいっぱいっていうおっちゃんなんでしょう。菅野さん、活動家としての大きなチャンスですね。あまり他人を巻き込まないようお願いします。活動家やったら他人巻き込むの当然やろ。自分一人でやる活動家って何やねん。何言うてんねん、お前。菅野さん、風呂入ってもいいですけど、体濡れないでくださいとか言うな。活動家やったら人巻き込むやろ。それが活動や。何言うてんねん。お前活動家や言うてんねんやろ、俺のこと。それは菅野さん風呂入ってるんでしょって言うてんのと一緒です。でも菅野さん風呂入ったからと言うて体を濡らさないでください言うようなこと言うな。で、しかもやで、活動家上等ですよ。俺にとっては活動家ってのは褒め言葉です。褒め言葉ですが、その活動家が、ごめんな、申し訳ない。ほんまに申し訳ないねんけど、売れちゃって。本売れちゃって。三宮の純空堂のレジ前の一番目立つ棚、ごめんね、こんなに自分の本並べちゃって。売れちゃって。これ三宮の純駆堂の総合レジの前の棚です。レジで買い物にして振り返ると、レジに並ぶと右手に見えるんです、この光景が。売れちゃって。おかしいね、活動家なのに。大谷賞とか取っちゃうの。デビュー作、自分の名前で書いたデビュー作、日本会議の研究30万部で大谷賞取っちゃいまして、ごめんね。陰謀論と排外主義、強調やけど5万部いっちゃってごめんね。7月1日に出たばっかりの限界地方政治、発売前重版かかって発売日重版もかかっちゃってごめんね。ごめん、1位に逆転されてしまった。今朝まで1位やったんやけど、ごめん、申し訳ない。アマゾンの新書ランキングで林真理子と並んでごめんね。林真理子の次やって。ごめんね、売れちゃって活動家なのに。ごめん、儲けちゃって。活動家、もうこの状態です。この状態です。お、松から連絡が来ました。正常会の、役員会と幹事会の、議決が出たそうです。7月7日の夕刻からの開催は菅野保正常会共同開催となりました。さすが正常会。分かっとうね。兵庫県政を正常に戻す会、菅野保共同開催。7.7 喪服スタンディング。繰り返しになりますが、持つプラカードはこれだけです。で、喪服です。和装は許しません。この俺が言うんやから信じてくれ。和装は許しません。誰よりも着物着たい俺が言うんだ。なもんダメです。で、こんなことやったら、斎藤元彦の支持者ってのは程度の低い奴らが揃うでしょうから、プチ共栄中とか吉田とかが来て、おい、朝鮮人員とか共産党とか言うてくると思うけど、一切無視。構いません。相手にしません。一切相手にしません。で、目の前でちょけられてもじーっとしてます。一言も発しません。なぜならば、お手本はこれだから。お手本はこれです。これ見たことない人はマルコム X 見てください。アマプラにあるはずです。で、これスパイク・リーはマルコム X の生涯を最後の最後まで書くので、この運動から手を洗って、ネーション・オブ・ムスリムでムスリムやからっていうことで、メッカに巡礼して、メッカで白人が決して黒人を差別してないメッカの様子を見て、白人といえども悪魔でもない奴がいるんだってことに気づいてアメリカに帰ってきた後のことまでちゃんと書いてます。で、しかし運動論をマルコム X がどこまで変えなかったかっていうことをよく見てください。それと何よりも映画にはなってないけども、モントゴメリーバスジャック事件でローザ・パークスが逮捕された後、周りの黒人たちがどうしたかということを思い出してください。あなた方がもし西側先進国に住んでるという自覚があるんであれば。
さっきマルコム X ってスパイク・リーの映画ですけども、デンゼル・ワシントンがマルコム X のやり方をやってる、演じてるという状態でしたけど、思い出すべきなのは、何が言われようと大丈夫だっていうのは、これです。リトルロック高校事件。すくっと立って無言で、自分だけがちゃんとした格好して、making some noise by being quiet。making some noise by being quiet。あるいは、ああやって石を投げられ笑われしてた連中が最後どうなるかっていうとこうなったんです。セルマの橋ね。これセルマの大行進です。マーティン・ルーサー・キングはまだ言いましたけど、セルマの橋です。で、それが60年経ったらどうなるかってことですよ。ちゃんとこうなるの。最後こうなるの、ちゃんと。正しいことをやってれば。正しいことをやってれば、人権の側に立ってれば、平等の側に立っていれば、尊厳の側に立っていれば、最後はきっとこうなるんです。で、全員告訴すると告訴したらええんですよ。ちょっとマッツに電話するな。ね、はい。先ほどその LINE いただいて、正常会での方での議決が通ったということで、はい。7.7 正常会と菅野保の共同開催になったんですが、はい。はい。そうですね。これまで多分正常会もやったことないし、俺もやったことないんやけど、7.7 喪服スタンディングに関しては、はい。プレスリリース流してみましょうか。どこの記者クラブがいいですかね。県政記者クラブ。県政記者クラブと、それと、司法記者クラブ。そうですね。連絡先も。で、連絡先わからんかったら司法記者クラブにしても、ああ、そうですね。県政記者クラブにしても、もう土曜日で、明けての火曜日やから、月曜日の朝にでも、投げ込みしてきた、投げ込みでええと思うんで。記者さんに聞いたらわかります。で、あともう一つ、秘書課にファックス送っときましょうよ。そうですね。で、秘書課に、告訴されるんであれば、みんな、全員告訴してくださいって言うとけばいいでしょ。まあ、そうですね。いいですね。はい。はい。と思いますと。で、このプラカード以外持ちませんと。で、そうです。で、告訴されるんであれば全員告訴してくださいと。お手数ですが、秘書課の皆さん、個人斉藤元彦さんにそうお伝えくださいと言うとけばいいんじゃないですか。そうですね。はい。ということを、もしそれが議決通らへんかったら俺の名前でやりますんで。いや、議決は通りますよ。やりますからもう。いやいや、たまたま、これでもだいぶ巻いたんですよ。昨日の夕方からブリーフィングして。いや、それはそうですよ。だって昨日報道あってんから、昨日の夕方からしか動かれへんからね。そう。だいぶこれでもね、巻きまして、一応、私の一存で全部ボケってやれないですから、そうです。独裁になっちゃうから。はい。サングラス、黒マスクはありっすね。まあ、俺は嫌やけどね。まあでも、サングラスぐらいはありかなと思いますね。俺は嫌やけどね。なんやったら、住所と名前と電話番号になったら名札足元に置いとけって言いたいぐらいけどね。一応、3組屋に伸ばそうかという案もあったんですけど、そう。そんなもん2000人ぐらい集まるのは無理ですよ。いや、5メーター間隔やったら 1.3 キロなんで、300人おったらいけるなという。まあ300人ぐらい集まったらええけどね。そうですね。ただちょっと平日っていうこともあるし、急なんで、私が逮捕された後700人やったけど、あれは1週間ぐらいあったから、そう。今回ちょっとね、急なんで、って思って。そうですね。だから、昨日夜中シャワー浴びながら、やるなら7月7日しかないなと思ってたところ。まあ、それは普通の、偏差値右側の人間はみんな同じこと考えると思います。そうですよね。これもう純粋に学力があるかないか、西側の人間としての教養があるかないかだけの話なので、ついてこられへんやつを落としていったりだけのことです。そうですね。はい。で、一つだけね、懸念点があるんです。はい。あなた今日したスーツちゃんと着てサイズ入るかどうか確認しなはれや。そうですね。なんか最近服が縮んでて。いや、服が縮んでんじゃなくて、あなたが大きくなってるの。そうですか。
世界認識がそういう認識だったんですか？世界認識がずれてますね。はい、わかりました。そこ相対性理論じゃないんで。そうですか。ええ自分を中心に考えてダメです、ダメです。はい、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 了解です。はい、はい。では、はい、はい、見てくださ。はいい、は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 い。ということです。とにかくプレスリリースして秘書官にもファックスを送るということにいたしますんで。てかね、なんか勘違いしてるけど、戦後日本始まって以来初めての明確な言論弾圧事件なんですよ、これ。前代未聞ですよ。いや、戦後の歴史、振り返ってみてね、例えば内閣総理大臣で考えてみたらええんですよ。おそらく最も週刊誌からケチョンケチョンに書かれたのは田中角栄でしょ。その次、宇野宗介でしょ。田中角栄が誰か何か書いたとか喋ったってことで誰か訴えたか？宇野宗介がプライベートなことを書かれて、いろんなことを言われたって。もう、文春から新潮からワイドショーから何もかも言われたけど、宇野宗介そんなことしたか？佐藤栄作国会討論で青島幸男に、あんた男目かけだって言われたけど、あんたアメリカの男目かけだって言われたけど、それで訴えたか、佐藤栄作が。唯一近しい事例は北海道の北海道警が安倍晋三の集会に、演説にヤジを飛ばしたやつを現行犯逮捕したけど、あれ、安倍晋三の指示じゃなくて、現場の警官の現場の判断がそうやって、それ裁判で負けてるからね。権力者として、権力者がね、これが例えばですよ、斉藤元彦がね、どっかで立ちしょんべんしてたということを、俺がどっかであいつ立ちしょんべんしてたねって言うて、名誉毀損やって訴えてくれんやったらわかるけども、職務遂行上の行為を人殺しって論評されて訴えるって、そんなもん、前代未聞ですよ。聞いたことない、こんなん。聞いたことないです。学生運動の時の、70年代安保の時の、70年安保の時に学校の中にデモ隊が溢れて街に溢れた時だって言論そのものを弾圧してきたことなんてないですよ。器物破損であるとかね、実際器物破損してるし、不法占拠であるとかね、道交法違反であるとかっていうとこで警察が摘発して弾圧、それが実質的な弾圧やったってことある。が、言うたこと、喋ったこと、論評の内容そのものを権力の当事者が訴えたことっていうのは、歴代の内閣総理大臣、歴代の47都道府県知事、学生運動の頃の東大、日大、早稲田、慶応の学長たちでさえやったことがない。よう考えたらですよ。そんな事例ないんですから、過去に。だから学生運動への弾圧、社会運動への弾圧って言ったら、例えば、中核派、例えば最低の事例だけど、角丸中核みたいな、殺人集団に対する弾圧であったとしてもね、実際の刑法違反で引っ張るわけ。例えば、天皇制を打倒しろ、広人を殺せって書いたことで、弾圧されたことなんてないですよ。中核派が。で、中核派とか、角丸派が入り込んでしまった労働組合が、よく街でそこの会社の経営者の名前出して、スケベ男とかって書いてるとかっていうのはあるけど、それで名誉毀損で訴えた事例なんてないですよ。中核派、角丸派がどんだけ殺人集団でどんだけ悪質なことをやってたとしたって、何をやるか言うたら、じゃあ不法占拠ですね、器物破損ですね、凶器準備集合ですね、騒音条例違反ですね、という具体的な行為ベースでやっていくってことあるよ。逆の方向はあるよ。権力者の発言に対して一般市民が、行政の役人に対して県会議員が国会議員が市会議員が訴えるってことは、それはあるよ。権力者が一般市民の、で、そこで弾圧したかったらね、俺は弾圧したかったら賢くせえ言うてんねん、ずっと言うてるように。跳ねさしたらええねん。で、パクったらええねん。言葉そのものを訴えてくる権力者なんて、多分1945年8月15日以降初めての事例なんじゃない？ましてですよ。ね、吉田とか、プチ共栄中が、斎藤頑張れ、何々人死ね、斎藤頑張れ、クルド人出ていけ、お前ら全員何々人じゃ死んでしまえ、とか言うてるヘイトスピーチは、個別の案件には把握しておりませんって言うてた斉藤元彦が、斉藤元彦は人殺し言うたら名誉毀損や言うてんねんね。単なるクソガキですよ。で、クソガキを徹底的に愚弄すればええんです。言うてるでしょ、さっきから。弾圧しようと思ったら跳ねさせたらええ言うて。
権力者やったらそうするんですよ、まともな権力者っていうのは。こいつ絶対パクりたいと思ったら、そいつが跳ねるしかないところまで持っていくんですよ。跳ねた瞬間に、はーい、器物破損。はーい、暴行で引っ張った絵だけの話ですよ。ありえないですよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。